はようございます。伊勢のですね動画が途中で朝ごはんのところで多分終了していたと思うんですけど、本当はあの後ゲットレディーウィズミーを撮ろうとしていたんですけれども、食事の最中に切れたちょうど後から喧嘩が勃発してしまったので、そんな空気感ではなくて撮れなかったので、翌日のゲットレディーウィズミーを撮っていきたいと思います。どんなゲットレディーウィズミーやねんっていう感じなんですけど、これもちょっとこれで新しくていいかなと思い、ちょっと撮らせていただいております。まずベースはヒンス。ほんとくだらない喧嘩だったんですけれども、結構近年稀に見る大喧嘩になりまして、てかもう初めてぐらいのレベルの大喧嘩かな。大喧嘩だからといって別になんか大声出してとかそういう感じの喧嘩とかでは全くないんですけど、ちょっと冷戦が続きみたいな感じで大喧嘩っていう感じでお送りさせていただきました。お部屋一つしかないからね、ちょっとこの空気感でゲットレディーウィズミーはちょっと無理かなと思いまして、昨日ちょっとね一日平日だったんですけど休みいただいていたので、今日から普通に出社ということで、ちょっと昨日も移動が長くてすごい疲れてるんだけど、2日間にわたって店長会があるので、今日はちょっと気合を入れてメイクをしていこうと思います。今目元のところに塗ってるのはセルブのピンクの下地になります。これで目元のクマを消して、この口元のくすみも消していきます。最近乾燥がなんせやばいから、下地で肌色とか補正して、ファンデーションはちょっと少なめにして、お粉であとは調節してっていう感じのメイクにしてます。なんならファンで塗らない時も多いぐらい。結構ねこの下地が優秀で乾燥全くしないので、これだけで肌が綺麗に見えるっていう優れものになります。もう一個はこちらのセルブの下地のブルーですね。ポーチの中身変えてないんで、伊勢でしたメイク、再現みたいな感じですね。ほとんど無事もう仲直りしてるんであれなんですけど、本当に楽しかった。初めて三重県に行ったんですけど、もともとね伊勢神宮すんごい興味あって行きたかったんですよ。パワーがすごいってすごい聞いてて、伊勢の中だとねやっぱりアマネム様が一番ホテルで有名だということで、アマネムにホテルでお送りしたんですけど、どんどんね伊勢神宮行ったりとか、近くのおかげ横丁ってところで食べ歩きとか、伊勢のなんかご飯食べたりとかして、あとはほとんどホテルで過ごしたりとかっていう感じだったんですけど、だいぶ満喫できた気がします。なんか本当はさ、夫婦岩、夫婦岩とかなんかいろんなさ神社、あと他のなんか女の子の願いをすごく聞いてくれる神社みたいなとかもすごいあったんだけど、なんかそんなに一度にいろんな神社行くのもどうなのかなって思って、普通に伊勢神宮だけにしました。すんごいパワーがすごかった。シャバで塗ってきます。セレブです。本当にすごかったのよ。なんかさ寒かったの、10度ちょいぐらいしかなくて寒かったんだけど、私が行った3日間ずっと天気良くって晴天だったんだけど、太陽の光みたいな、太陽光みたいな、ずっとタクシーで移動してたんだけど、タクシーからさ外から日差してくるじゃん。その日が東京と同じぐらいの気温感と同じ晴れなのに、肌が痛くなるぐらいの日差しというか、光にすらパワーを感じて、すごいリフレッシュ私はとってもできました。なんか別に伊勢だからとかなんかそういうちょっとよくわかんないんだけど、そう思い込んでるだけかもしれないんだけど、本当にすごいね私のね体には合っていて、夜とかも星空が東京では見えない、私こんなに近くで星をいっぱいたくさん見えたの初めてで、もともとねプラネタリウムとかお家に置きたいなって思ってるぐらい星が大好きで、ベッドルームに置きたいなって思ってたぐらい星が大好きなんだけど、その星がさ夜空さ上向いたらさめちゃめちゃさありえないぐらいの数のさ星がさめっちゃバーって並んでて、で肉眼でちゃんと見れるのよ。それが本当にすごすぎて、ちょっとインスタの写真見てほしいんだけど、インスタの写真でも全然綺麗にちゃんと見えたぐらいで、それの肉眼で見たらそれの500倍綺麗だったんだけど、もう本当に言葉にならないぐらい綺麗で、2日間とも客室露天風呂みたいなその温泉がついてるお部屋だったんだけど、窓開けてお部屋から外の景色、星空も見えて、全部電気暗くして星を見ながら眺めながら温泉に入ったりとかしたのもすごく感動的だったし、リフレッシュできたし、なんかその星を見てたらね、なんか東京でしかさ私さ住んでないからさ、やっぱ音と物音とかさ夜でも騒がしい中で生きてるわけじゃん。なんかこんなに綺麗で静かで素敵なところがあるんだな、同じ生きてる世界の中でもと思って、すごく感動したというか感動しました語彙力って感じなんだけど、本当にとにかく感動した。私露天風呂入りながらちょっと涙ポロポロしちゃったもんね。なんかちょっとさ好きな音楽かけながらね、まったりな音楽かけながら露天風呂入って星空見てたんだけど、ポロってしちゃったもんね。しかも夜とかもさちょっとお散歩、ザセムのコンシーラー使います。ちょっとニキビが
あるので、夜さお散歩しながらさ星空をさ見に行ったんですけど、その時間とかもすごい素敵だったし、なんか東京じゃ体験できない素敵な3日間を過ごしたっていう感じ。全てでパワーをいただけたっていう感じの旅行になりました。喧嘩しちゃったけどこんな素敵なところで喧嘩するのんかいって感じなんだけど、まあ正直そんなにアマネム堪能してないんだけど、堪能してないっていうか本当はもっとね、なんかトトの貸し切り温泉とかいろいろあったんだけど、ちょっとバタバタしてたんでそういうのは特に楽しんでないんですけど、そういうのもあったし、夜ご飯も美味しかったし、アマネムから見る景色もすごく最高だったし、あと今私何言おうとしたんだっけな、寝起きすぎてマジわかんないんだけど、何言おうとしたんだっけ私今、忘れたわ。まあでもとりあえず最高だったっていう、三重県最高っていう感じでした。木陰横丁ではね、伊勢うどんを食べました。食べ歩きでとりあえず人様がたくさん食べてるものを見て、それを真似っこして何が有名かよく分かんなかったんで真似して食べました。もう何もかもが美味しかったです。フォロワー様からね DM でたくさんいただいていた豚の串みたいなやつは大行列大人気パーティーって感じだったので、ちょっとごめんなさい並べなかったんですけど、並ぶ元気がなくて並べなかったんだけど、あと海雲小籠包みたいなのも美味しかったし、ちょっと本当に行ったことない方は騙されたと思って一度行ってみてください。気が今弱いなみたいな、疲れちゃったかも東京の生活にみたいな人とかすごくおすすめ。なんか毎日目まぐるしく慌ただしく生活している方とかにはすごくリラックスできるおすすめな格好の旅行だと思います。東京からだと名古屋行って、名古屋から近鉄なんとかなんとかみたいなのに乗り換えて、そこからすぐなので、計3時間ぐらい。アマネムとかだと送迎付きなので、交通の便が全然全く不便じゃなかったというか、不便ではなかったです。バスとかもあったし、あとなんかタクシーとかでもどこ行くにも15分ぐらいだったんで、そんななんかめんどくさいみたいな感じでもなく、タクシーもちょうどいいところに乗り場がたくさんあったので、一人とかでも行きやすいのかなって思いました。本当にまた訪れたい街ナンバーワンっていう感じですね。私国内旅行って、沖縄とかそのメジャーなところ、きっと伊勢もメジャーなんだろうけど、あんまり国内旅行に興味がそんなにそもそもなかったんだけど、なんかすごくいろんな知らない場所に行ってみたいなって思うようになりましたね、今回の旅で。ちょっと喧嘩はコリゴリなんですけど、今エスプアのペンシルで眉毛を描きました。でお粉はこれのクリアを使いました。チャコットのパフ使いました。伊勢行く前からさ、ずっとさ1週間ぐらいずっと風邪ひいてたわけで、今もまだ治ってないんだけど、伊勢だけはちょっとさすがに鼻水ドロドロの状態で行きたくなくて、めっちゃ一生懸命薬飲んで頑張ってたんだけど、なんか戻ってきたらまたなんかちょっと向こうが寒かったから、なんか風邪気味みたいな感じで鼻水が一生止まらない。具合がそんなにめっちゃ悪いとかじゃないから、これは花粉症なのか風邪なのかよくわかんないんだけど、花粉症はやっぱ一度認めてしまったらもう負けですから、思い込みが全て大事。私は花粉症ではないので、これは風邪ですっていう感じでお送りさせていただいております。今日からちょっとね1日お休みいただいた分、ガツガツとバリバリと働いていくんですけれども、ちょっとこの日常のね差が半端ない。昨日までなんか星空見て露天風呂入ったりゆっくりご飯を食べたりとかして、ほんと有意義な時間を過ごしてたのに、火曜日からいきなりめちゃめちゃハードみたいな。本当にこっちにいる時さ、ちょっと皆さんどういう感じで想像してるかわかんないんだけど、多分みんな忙しいと思うね。けどなんか本当に分刻みというか、気づいたら1日終わってますみたいな感じでお仕事してるとさ、意味わかんなくなってくるよね。ああやってたまにねのんびりね癒しをいただけると、仕事頑張ろうって思えるので、いい旅行でした。本当に。しかもね、伊勢のね出会ったタクシーの運転手さん、タクシーの運転手さんだけに関わらずホテルの方もそうだし、関わった方本当にみんないい人すぎて、お店の人とかも含めてすごく優しかった。皆様エチュード使ってます。本当に皆さんは優しかった。なんかタクシーの運転手さんとかもさ、すんごいさみんな優しくてさ、東京でもねみんな優しいんだよ。優しいけど多分東京の方がちょっとクールというか、あんまり会話がないというか、ある人もいるんだけど全員そうなんじゃないんだけど、なんか三重の方は本当に乗ってるたびにいろいろ話してくれたりとか、どこ行くんですかとか世間話をしてくれて、割と好きなんですよ私そういうの。すごい優しさを感じました。なんか一人出会ったねタクシーの運転手さんでね、素敵なことをお話ししてくれた方がいて、本当に世間話な感じで話してくれたんだけど、なんか伊勢神宮に翌日お参りするんですっていうお話したら、伊勢神宮行くんですねみたいな、いいところですよねみたいな感じの話をしてて、そもそもなんで神社にお参りをしに行くか知ってますかって言われて、正解がよく分かんなくて、ミュードとこれを使っていきます。ミュードは04番で、クリオの方は03番。これのこれとこれを混ぜます。
神様に神社っていうのはお願い事を、自分の個人のお願い事をする人がすごい多いんだけど、最近は。けど本来だったら神様に日常の感謝を伝えに行くところなんですよって言ってて、それを言われた時に、あ、そうなんですねって言ったら、その日常に感謝するっていうのは本当に当たり前のことなんですけどね、意外と当たり前のことができないですよねみたいな会話をしてて、まあ、確かにと思って、なんか私ちっちゃい時にさ、父からさ、お参り行く時とか自分のお願い事するんじゃなくって、まあ、家族の健康とか自分の周りの大切にしてる人たちの健康を見守っていてください、私も頑張りますみたいな感じのニュアンスで言いなさいっていうか、そうするといいよみたいに言われてたんですよ。自分の個人の欲じゃなくて見守っててくださいねぐらいの感じで言えってずっと言われてたの。ここら辺使っていきます。いや確かにそうだなと思って、でそこからね、私もあんまり自分のお願い事みたいなのをそんなにしなくなって、恋のさところとかあるじゃん。そういうところはちょっとね、お参り行ってお願い事したりとかする時もあるんだけど、基本的になんかそういう神社とか行く時とか、初詣とかもそうだけど、まあ、会社のみんなと家族のみんなと私の周りにいる友達と彼が幸せに過ごせるように見守っていてくださいっていう、なんかやっぱそういう風にするのがいいんだっていうのを思い出して、でしかもまあ神社とは関係ないんだけど、そのやっぱ普段から日頃ね、周りの人に感謝するっていうのはすごく大切なことなんだけど、私当たり前のことっちゃ当たり前のことなんだけど、なんかその当たり前のことを毎日ずっと続けてくって意外とすごく難しいことであったりとかするじゃん。私がね、周りの人に感謝できてるかなって思った時に、確かに周りの方にすごい感謝の気持ちはあるけど、それをしっかりと相手に伝わるように伝えられてるかなって考えた時に、なんかそうでもないなって思うことがすごく多くて、なんか自分は思っていても相手に伝わってなかったら伝えられてないのと思ってないのと一緒だから、なんかすごくそれがさりげない会話だったんだけど、印象的だった会話でした、私の中では。っていう一つのタクシー運転手さんとのエピで、もう一つのエピは2日間連続で同じタクシーの方にね出会ったんですよ。で1日目にまずそのタクシー運転手さんがだいぶ綺麗な彼女さん連れてるねみたいなのを彼が言われてたんですね。んで私はどうやってしてたんですけど、今のキャンメイクのペンシルライナー、今から使うのはエチュセのボルドーのペンシル。綺麗な彼女連れてるねって大切にしやみたいな言われてたんですよ。で、あはははみたいな会話をしてたのね。もうちょっと自分が若かったらいいのになみたいな感じで、そのタクシー運転手さんが言ってて、お兄ちゃんラッキーだねみたいに言われてたんですよ、彼氏が。そしたら優しいなって思うじゃないですか、嬉しいし。で次の日また同じタクシーの人にね出会ったんですよ。でタクシーの運転手さんに覚えてますかみたいな、昨日乗ったんですって言ったら、多分全然もうその会話ドスルーで全然違う会話し始めて、何の会話かと思ったら昨日の流れとまた同じことを言ってきたのね。綺麗な姉ちゃん連れてるねみたいな、なんか羨ましいよ、俺ももうちょっと若かったらいいのになっていう全く同じ会話のくだりをされて、もしかして、デジャブ待って、夢の中なのか、それともこの人の定型文なのかよくわかんないけど、なんか昨日の嬉しさ返してってなったんだけど、店いる3日間のうち2回も綺麗って言われたからまあいっかっていうことにしとくんだけど、もう一人の違うホテルまで送ってってくれたドライバーの人にも、いやーすごいお綺麗な彼女で本当に大切にしてくださいねって言われて、その一件があったから、三重では彼女を褒めるっていうのがスタンダード定型文とか思って若干人間不信になりました嬉しかったんだけどねっていう出来事がありましたね。これ使います。インスタにもさちょろっとさ載せたりとかしててさ、いつから彼氏できたんだいみたいな感じの方は多分いると思うんだけどさ、なんか最近彼氏できたんですおめでとうございますみたいな、いたんですけど彼氏は。で彼氏いない時期も、恋愛とかはずっとさせていただいていたんですけれども、なんせ以前の恋で彼氏がいるっていうのを別に公表したわけじゃなかったんだけど、なんか相手まで特定されてしまって、興味を持ってくれるのは全然悪いことじゃないし、こういう仕事してる以上仕方ないなっていう感じなんですけど、私別に芸能人じゃないからさ、ただこう自分で SNS で発信して知られることが多いなぐらいで、別になんか芸能人じゃないからそんなさ、なんか守ってくれるような法とかもなければさ、なんかそういうシステムとかもなくてさ、ほんと個人でやってますみたいな感じだからさ、一般人の中でもちょっと知ってる人多いかなぐらいのテンションでやらせていただいてるんですけど、自分の注意不足だったっていうのもあるんだけど、なんかすごい憶測とかさ、踏み入った質問とか踏み入った詮索みたいなのがすごく多くって、公開しない方がいいかもなと思って、でなんかさ載せてない時とかもあるじゃん。もうずっとさ付き合いが長くなってきたりとかするとさ、載せなくなってきたりとかさ、そんな別に私も常に載せるタイプじゃないから、今までも一回もね。だからなんか載せなくなったりとかすると別れたんですかとか、なんかそういうのを言われるのもちょっとあれだなと思って、大変だなと思って載せてなかったんです。なんだけど普通にさちょろっと最近載せたりとかさ、日常の一環みたいな
感じでちょいちょいなんかバレてたりとかもしてたんで、まあいっかと思って普通に載せたりとかすると、本当のプライベートじゃん、彼氏とか。もちろん第一来てたりセレブ載せてるのもこうやってメイクしてるのも日常なんだけど、多分日常の中でも綺麗な部分とか仕事にちょっと関わる部分とかを載せてるって思われてるのかな。だからなんか逆にこうやって全く関係ないその恋愛とかそういう部分を載せたりとかしただけですごくね、共感してくださる方とか喜んでくださる方がすごく多くって、それでなんか少しでも喜んでくださったりとかする方がいるんだったら、いっぱい載せるとか彼氏の顔載せるとかは絶対にしないけど、たまには載せてもいいかなと思ってちょっとインスタの方でモノロケちょっと載せたりとか載せなかったりとかっていう感じだったんですけど、で YouTube でもそういうこういう話をしたりとかしてるっていう次第になるんですけど、この間とかさちょろっとなんか腕が映ってたのかな。自分的には普通になんか自分が可愛く撮れる写真を載せたりとか可愛い部分を切り取って載せたりとかしてんだけど、なんかちょっと男の人の影が見えるだけで匂わせですかとか言われるのね。別に匂わせってちょっとよく分かんなくて、私の中で概念がよく言われるの。友達と一緒に歩いてて友達の影が映ってるだけでも匂わせですかとか言われるんだけど、なんか匂わせって何と思って、なんか例えばね載せてはいけない人とかをわざと載せるとかそういうのはねちょっとねあんまり良くないなって思うんですけど、私のこのただの一般人の恋愛で何かを匂わせるとかそんなこともないですし、それがね彼氏じゃなくて男じゃなくて女の場合もあったりとかするのに、匂わせですかってなんかちょっとその異性の匂いがした瞬間に言われるっていう、なんか悪いことしてんのかなって気になっちゃって、なんか悪いことしましたっけみたいな。だって自分だってさ生きてたらさ恋愛ぐらいするじゃん。何が匂わせなんだろうって思って、匂わせって何なんだろうっていうの疑問なのと、私他人のインスタを見ててなんか男の人の写真載せててそれに対して匂わせてるって思ったこと一回もないし、そういう角度で物事考えたことなくて、普通におめでとうって思うし、彼氏が乗せてたら幸せそうでよかったって思うし、そういう視点で匂わせとかっていう、そういうなんかちょっとよくわかんない斜め45度でね人のインスタを見たことないから全くもって共感できないんだけど、匂わせって何なんだろうみたいな。そもそも匂わせるって何みたいな。匂ったから何っていう、そもそも自分が見てる他人って多分他人が私に見せてる数パーセントでしかないと思うから、その知らない新たな部分を垣間見れた瞬間に匂わせって言われるのは何なんだろうみたいなっていうちょっと普通の疑問。これはアイムミミのスティックシャドウで最近私がハマってるんですけど、これは004番です。なんかそういう感じでなんか匂わせって何なんだろうって最近考える瞬間がありました。だんだん顔が完成してきましたね。こちらチークはですね、私こちら塗りました。アイシャドウのラメはこれ塗ります。最近さ青みパープル系のアイシャドウとかにハマってて、今まで全然塗らなかったんだけど髪の毛ずっと暗いからさ、なんかこういうのもいけるのかなと思って挑戦してみたら、なんか自分的な組み合わせでドパープルにせずにピンクとか赤み系と一緒に混ぜて使うとすげえ盛れるっていうことに気づいたので塗ってみました。どうでしたろう。綺麗じゃない？でこれ中国のなんかペンシルキャップビニ、この目頭の下になります。次の旅行はどこだろうな。なんか旅行っていう旅行ではないんだけど、出張で言うと今週末は梅田にまた梅田店との忘年会をしに、本当にご飯食べに行くだけのために出張に行くのと、あとは12月のクリスマス手前ぐらいにお仕事で韓国に行くっていう感じかな。ほんと年末は出張が本当にしこたま多い。年明けもすごいんだよね。もう2、3、ギリ4ぐらいまで結構出張パーティーなんだよな。でマスカラはロム&です。私はちょっと髪の毛が気持ち自分の色より明るめなやつを使いたくってブラウンのやつ使ってます。眉マスカラってドバッと出るなんかイメージあるじゃん。でもこれって多分眉マスカラとかそういうのを器用に塗るのが苦手な方とか朝時間がない方でもすごく塗りやすい、ちょっとパウダリーっぽいというか絶対にべちょってつかない、本当に大げさに塗らない限り簡単に眉毛が作れるっていう優れものになります。あとなんかツイッターとかでは眉毛の色がちょっと消えるみたいな、色素薄くなるみたいなので有名だったよね。あと私のインスタじゃないわ、なんかリールでさバズっててさ、眉毛の存在感を消す方法でさ、本当はこういうテクスチャーのやつはパウダーっぽいから、こういうやつの後にじゃなくて、こういうしっかりめにツヤ感が出るような眉マスカラの後にパウダーした方が効果抜群なんだけど、この眉マスカラをした後に上からこうやってパウダーを眉毛にだけ重ねることで眉毛のこの存在感っていうのがすごく薄くなって、こう目元に抜け感が出るよっていうのが意味わかんないぐらいバズってました。ありがとうございます。で中のハリコっていう701番ちょっとだけ出してきます。鼻先に
皆さんは年末どのようにお過ごしですか？これ塗ってきます。もうすぐクリスマスですよ皆さん。私はクリスマスはもう31歳ですので、大げさに何かをしたいみたいな、そういうのは特に今年はなくてですね、毎年ないんですけど、わかんない、今後はあるかもしれないけど、今年は特に本当にそういう願望なくて、なんか彼氏がいない時の方がクリスマスっぽいことしてるかもしれない。なんかさ、こんだけね生きてたらさ、クリスマスディナー個室とかでフレンチとかイタリアンとかっていう時もね、ことも経験してきましたし、なんかお家でクリスマスパーティーみたいなのもいろいろ経験したりとか、いろんなこと経験したんですけど、結果家でケンタッキーがマジで一番いいっていう私の見解ね。最終的にそういう結論に至ったの、私は。なので今年は私はお家でケンタッキーをさせていただこうかと思っております。なんかクリスマスプレゼントがさ、全然決まらなくてさ、なんかこれかなって思うやつとかさあるんだけどさ、何がいいかなってずっと悩んでて、何をもらおうかなって話ね。何をあげようかなじゃなくて、何をもらおうかなってお話なんだけど、何をもらおうかずっと考えてるっていう感じです。で次、セレブのハイライトの、さっき目頭にこれ塗ったんだけど、こっち塗ります。ここになんか久しぶりのゲットレディーウィズミー撮ってるからさ、ちょっと話したいことがいろいろありすぎて、ちょっと本当会話ごちゃごちゃなんですけど、本当にすまんって感じ。あと絶妙に時間がないっていう、いつもゲットレディーウィズミー撮ってる時時間ないんだけど、アイシャドウ終わったでしょ。ちょっとチーク足そうかな。好きだ、この色めっちゃ好き。このソウルセレクション塗ると一発で顔可愛くなる。最後に、最近私下まつげ塗らないので、その分ちょっとこの赤のライナーでちょっと地雷ラインみたいなピンクと赤茶ブラウンでぼかす。アンティークロードについてるね。赤茶ブラウンがマジで目の馴染みが良すぎて、こういうアイラインをド派手に引いた後に馴染ませると超ナチュラルになるの。あとはまつげですね。ちょっと眉毛やり直したいけど、ちょっと足したいけど、ちょっと時間ないから、これはオフィスで適当に時間がある時にやります。あ、そう、このね、おぱんちゅうさぎの仲間、高校生のね、いつも来てくださる、相手イベントに来てくださるファンの方からのプレゼントでございます。愛用しているの、可愛くて。おぱんちゅうさぎもいただいたんだけど、こっちがお気に入り。とりあえず今、まつげ上げて、まつげをつけていきます。D アップ。もうそろそろさ、SS の撮影が始まりまして、24年 SS スプリング&サマーの撮影が始まりますので、ちょっとその撮影に向けてイメチェンをしようかなって、美容師さんと相談中。どんなイメチェンだったらできるかなっていう相談。私髪の毛伸びきるまではちょっとブリーチしないって決めてるんで、一回決めたらね、石を曲げないタイプなので、できる範疇でどう演出できるかっていう、それを相談中。最近楽しみにしていてください。まつげに真剣大先生だからちょっとあんま喋れない。すごい無言だよね、ごめんなさいね。こんな感じかしら。そしたらハートパーセントのペンシルライナー12番で黄色を縁取っていきます。最初にシピシピの10位02番全色持ってんだよね。その後に重ね付けエスパーの05番チリンチリンシェルピンクセルブので、やっぱ眉毛気になるんで眉毛の形を整えて、眉毛はちょっと失敗だ。いいだろう。そんな時もある。このキングダムの束まつげみたいな、簡単束まつげみたいなやつで、とりあえずちょっとまつげを目立たせて。今全部8ミリしかつけてないから、まつげ。どうでしょうということで、ちょっと着替えてきます。はい、出ました。突然の絶妙な画角っていう感じなんですけど、髪の毛をセットしていきます。今日は夜インスタライブもありますのでね、ちょっと髪の毛を巻いていこうかなと思います。私の巻きは超絶適当でございます。毛先をくるりんぱ全部内巻きにしちゃえ。なんかストレートの方がさ、案外さ、いろいろちゃんとやんないとあらが見えるじゃん。髪の毛ちょっと時間なくて、そんなに髪の毛に時間かけられないよって時は巻くのが一番だよね。とりあえず全部内巻きにしていきます。ちょっと黒に黒の髪の毛に黒の服だから全然わかんない。
れ出してくるんくるんくるんっていうのを一生繰り返しております。もう地毛ね、ここら辺まであるの。もうちょっと頑張れば来年中にはロングに。でエクステとはおさらば。この今回つけたエクステがさ、いつも髪の毛を自分の髪の毛のカラーに染めてもらっているんだけど、エクステを色が変わらないようにしてもらってるんだけど、なんかもう地毛がさ暗いのしかやってなくて、今もう頭のこの上の方とか全部地毛の色なのね。だから今回はもう地毛を逆にエクステの元々染まってるカラー、染まってるっていうか元々のカラーに合わせてもらって、エクステのねカラーがシャンプーしても落ちないようにしてもらったの。そっちの方がやっぱね品質がいいんだって、染めるよりも広がりとかが少ないというか。しかもこの根元、私ヘアメイクさんとかにさ撮影の時とかにヘアアレンジした時、このエクステのこのチラッとするのが見えるのすごくレタッチとかで大変だから嫌がられてたんだけど、シールの部分が一番細いやつ、ラピスっていう私が行っている美容院のオリジナルのエクステに変えていただいたので、変えていただいたっていうかそれがねあってそれにしたので、全くもってこのエクステの頭のやつがさ見えてこないんだよね、ヘアアレンジしても。それ最強と思って。これ昨日風呂入って対してちゃんとやってなくてすごい綺麗に保ってくれるから。しかも美容院ももうそろそろ SS の前にさイメチェンするからまだ全然行ってない状態なんだけど、ちょうど多分3週間ぐらいかな。本当は大体2週間から3週間に変えるんだけど、私全然3週間変えてないのにずっと綺麗なまま保ってくれてる。ぜひエクステ難民の方は試していただきたいわ。でこんな感じにして一緒に巻いてたらいい感じになってきたんじゃないの。最後に串を入れて、はい、OK。オイルとスプレーはつけません。ツヤ髪スプレーはさいつも使ってるんだけど、それちょっとオフィスに忘れてっちゃったので、はい、こんな感じで適当な私の巻き髪が完成いたしました。良さげじゃない？このなんかクリーンみたいな、全部内巻きみたいな、強そうな女って感じ。店長会なんてね、ちょっとビシバシと強そうな女を演出していきたいと思います。全然そんなことないけど中身。ということで香水を選んでいこう。まず今日の香水はこちらです。セレブのピローですね。伊勢志摩でもねずっとこの香水つけてた。なんか香水の選ぶ基準は、本当は今日店長会だからちょっと強めの香水でもいいかなと思ったんだけど、伊勢志摩でずっとさパワースポットだから、なんかあんまりごちゃついた匂いとかそういうの良くないかなーって勝手に思って、シンプルな優しい香りがいいかな、好ましいかなと思ったんで伊勢志摩でずっとそれを使っておりました。トッピックバッグはバレンシアガのハートちゃん。私お財布キャッシュレスなんでカードしか使わないからカードケースしか使わないんだけど、それ入れてもうリップ1本入れたらおしまいなサイズ感になってます。とジェントルモンスターの品番よく聞こえるんだよな、ディディオンですね。ハンソヒちゃんとお揃い。これをかけてはい、こんな感じでお仕事に行ってきたいと思います。ということで伊勢志摩でのゲットレディーウィズビー取れなくて本当にごめんなさい。でもなんか新しくっていいでしょ、人間味があって。そんな私も愛してくださるととても嬉しいです。ということで今日もお仕事頑張っていきたいと思います。またチャンネル登録とグッドボタンお待ちしてます。